めちゃめちゃ安心です。安心の僕この前はやぶさ乗ったんですけど、はやぶさねこんなんでしたよ。レンタルバイク1回借りると2万以上します。それをですね、最近毎週借りております。レンタルバイク破産をしそうでございます。チャンネル登録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 。下がマニュアルモードになるんですけど、その手前にレインがあるので、今一番上と思っているので、なのであとは下に下げるしかないんですけど、下のこのラップの下のこのボタン長押しでスポーツモードがロードがあって、一応ここに出ないんですけど、ロードまではフルパワーです。ロードの方とレインの方のパワーモードはロードで、オペラションコントロールがやる。なるほど。このもっと下に車に決められるものがあるんですけど、パワーとブレーキってやる。なるほど。これがスポーツはい。なるほど。これで十分普通のスポーツの条件にわかりました。で KQS っていうのはクイックシフトがちゃんと切り分かってますよ。はい。本当この切り替えぐらいですね。で、一応スポーツにしておいて、これ長押しするところに切り替えが、下まで行ったんですけど、今度上長押しで上に上がっていく。はい。短く押すとトリックメーター。わかりました。で、これでメーター側を今度長押しはい、わかりました。下側を押していくと下が切り替わりますよ。OK です。はい。もうわかりました。完璧です。さすがです。すいません、お借りします。というわけでいつものサイクルロード伊藤さん元奥レンタル大宮差し置き店よりお借りしております。本日はですね、まだチャンネルに全く似つかわない車両となっております。 ZX4R。 いやー、実はね 25R も私乗ったことないんでございますよ。おはようございます。はっきり申し上げます。私この手のバイク得意ではございません。うわ、クラッチ何これ、おもちゃみてえだ。なんだこの軽さ。一応これは届かないからちゃんとミラーを直しとかないと。その前にまたがんなきゃいけないのか。よし、またがります。最低限の情報しか入れておりません。シート高は 800mm、 そしてですね、パワーがなんと 400cc で驚愕の77馬力です。これ80年代のワークスマシンと同じパワーだそうです。よくこんなのさ、排ガス規制が厳しい排ガス規制をクリアした上で出したよね。しかもラムエア時に80馬力になるということで、でもラムエアって多分かなり高速の100キロ以上出ないと効かないと思うんだけど、ラムどっから取り出てんだろうね。この辺から取り出てんのかな。これ違うのなんだろう。ここか。こっから取り出てんのか、ラムを。私ね ZX11 っていうねラムエアがねついてるバイクは乗っていたんですけども、そしてクイックシュスターついてます。いや、めっちゃ楽しみだ。エンジンをかけてみましょうか。どこだどこだ、これか。でもさ、川崎すげえよね。
400cc のさ4気筒今出してくるって。でこれあれでしょ、フレームが 250ZX25R と共通ってことは、花からこれを開発してて最初に25出したってことだと思うんですよね。重量がですね190しかないですよもうさ77馬力ってとんでもねえな。どういう感じなんだろう。とりあえずファーストタッチが怖いのと、予想としては下が薄いと思うんだけど、どうなんだろうね。その80年代のワークスマシンの 400cc のねワークスマシンって言えばね、多分下薄かったんでしょうけど、今そんな下スカスカで出してくれるわけないもんね。で足つきは私身長164センチなんですけども、かかとですかかとでついちゃってます。両足いってもそうね、もう鍵なかかとに近い母式がついてるので、これはもう全く怖くないですね。足つきに関しては。しかもこの軽さですよ。これは大丈夫でしょう。ハンドルもこんだけ切れる。意外と切れるハンドル。なるほど、これは怖くないな。ここまでは安心ですね。出ました、安心鎌体です。いや全然気合が入ってない本当に安心な感じがしない。いやこれは低いよ、ポジションかなり。なんだこのレスポンス。しかもバイワイヤーなんでめっちゃ軽い。で一応ね走行モードスポーツにしてます。その下にさっき説明いただいたんですけど、ロードっていうのがあるんですけど、ここまでがフルパワーだそうです。なんでロードでもいいんだけど、まあ味わうためにスポーツにしておきましょうか。そして今これを直さないと走行中は直せないよ。よし、このモデルかな。よし行くか。これスタンドがヒゲがちょっとしか出てないよ。まあこんだけ低ければ怖くないな。ちょっと待って、クラッチこれ軽すぎてやべえよこれ。クラッチは2に設定しました。ブレーキがこれいくつになってる？ 4。 ちょっと遠いな。5にしときましょうか。いや5だと近いな。よし3で、よし行きましょう。この手のバイク怖いです発進しやすいぞ。よし、ここね右に出なきゃいけないのよね。右に。さあどうだ。何この音。なんだこれ。よくわかんないけど、なんか普通にあっけなく乗ってるんだけど、これがすごいよね。これが技術の進化だよね。だってフルパワーのもう本当にチューンナップマシーンじゃないですか。 400cc の77馬力って、それがさヒュンヒュンと普通に乗れてしまうっていう。なんか普通にクラッチつないだらエンストしちゃうのかなとか思わない？全然ないよ。音がのぶといね。クイックシフターいいな。非常にまだですね、私ウインカーの位置に慣れておりません。これすげえローギア度だな。っていうか何回転からレッドゾーンなの？16000からか。だからそうか、ローギアードってわけじゃないんだ。要は回っても OK なのに俺が回してないだけなんだ。慣れてないんだこの回転数に。だってさ、そうだよね。だって今2000回転3000回転で走ってるじゃん。そういうことか。さあ止まります。柔らかい。いろんなものが柔らかい。ブレーキも柔らかいし、サスペンションも意外と柔らかいねこれね。意外だな。もっと硬い感じがするのかなと思ったけど、そうでもないね。エンジンも温まってますので、前もいませんので、ちょっと回してみましょうか、軽くね。
なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。こんなのやる気にさせますっていう、これもうこれやる気にさせますって。やばいですって、これは。あ、しかもこれ今気づいたけど、めちゃめちゃニーグリップやりやすそうだ。甘がやしい。なんじゃこれ。なんかいろいろ情報はあんま入れたくなかったんで見てないんですけど、その、情報入れたくなかったんだけども、情報で見てしまったのが、ZX25R よりも、キャスターもトレールも、こう、要はクイックな方向になってるらしいんですよね。だから俺ね、こういうバイクの操作性、あんまりこう、好きじゃないっていうか、怖いんだよね。こう、傾いた時に、傾き始めも軽くて、ふわってこう傾いちゃうし、さらに、コーナーで、こう、ガーッとこう曲がってた時に、ある程度のこうバンカクになるじゃない。そこの時にね、軽いんだよ、すごい。もう極端に言うと、フロント大口径のオフ車みたいな、ね、アドベンチャーバイクみたいなバイクだと、ガーって寝てった時に、抵抗を感じるわけ。だからそれ以上寝かせないでくれってバイクの方から言われるわけですよね。けど、この手のバイクって多分どこまでも寝てしまうから、あ、君、まだまだ寝せられるけど、そんなもんとか言われてる感じがして、結構バンクした時のところがふわふわしてるイメージがあるのね、イメージが。で、キャスタートレールがスポーツ寄りにクイックの方向に振ってるってことは、よりそういう傾向があるということで僕は考えてるんですけど、これはワインディング行かないと分かんないです。ワインディング行かないと分かんないから、またその時にね、お伝えできればなと思うんですけど、概要欄にね、ワインディングの動画もあります。それから足つき取り回しチェック、高速道路とね、で、今、ファーストタッチ、総評、燃費報告っていう動画になってるんですけど、4本構成となっているので、とりあえずね、全部概要欄から見ていただけると、ZX25R についてはよく、25R じゃない、ZX4R については全部わかると思うんですけど、これまだファーストタッチですよ。なので、今ね、気になるところってこれもう、ポジションが、もうこれ低すぎて、これは僕の中では首と、肩と手首が痛くなるの決定なんですけど、こういう姿勢って意外とね、お尻は大丈夫だったりとかするんだけど、これね、シートね、細い割にはすごくクッション効いてて柔らかくてね、これお尻は痛くなりそうじゃないと思う。きっと痛くならないだろうと予想している。ただ、やっぱり俺はこれ手首が大体痛くなるんだよな。どうかな、その辺がちょっと気になるところではありますけれども、発進しやすい。思ったより発進もね、気使わないですよ。下のトルクも十分ありますね。クイックシフターもバリバリ重いわけじゃなく、非常に優秀なクイックシフターがついてると思いますね。で、ここからこのウィンドプロテクションじゃない、このシールドの上が見えるんですね。ってことはね、空力性能に特化したシールドですから、ライダーに風が当たらないわけじゃないと思うんだよね。これも高速道路でね、どうなるかちょっと楽しみだな。というわけでね、とりあえず一回これで走行後に画面を切り替えますわ。それからお話ししましょう。それでは、今日どのくらい200キロぐらい、250キロぐらい乗るんじゃないかなと思うんで、乗った後に画面を切り替えます。ワープ。これね、今渋滞路はまってんですけど、一足ね、これアクセル触ってないですよ。どう、この下の強さ、全然演出しないよ。これがすごいよね。だいたいさ、このパワー 400cc で出したら下なんてスカスカなはずなんだけど、全然アクセル使ってない。2もいけちゃう。すごくない？これが技術の進化だと思う。すごいと思う。これ9度になってクレーファンが回り始めてるんですけど、どこかな、結構上には上がってこないね、熱は。膝から下、このクランクのところから
ここから熱を感じるから、意外と上には上がってきてないから、夏になったらもしかしたらね、わかんないかもしれない。もっと暑く感じるかもしれないけど、今暑く感じているのは、右のふくらはぎ、左もやっぱちょっと来るな。でも主になんか右の方の足に熱風を感じますね。まあこの辺はでもネガな情報っていうよりは、どのバイクでも同じだと思います。これ今気がついたんですけど、走行中にニュートラルに入らない機構がついてません？なんかそんな気がしてきたぞ。ちょっと後でやってみようか。今前が赤信号なので、今2速ですよ。1速でしょ。これでニュートラルに入れようと思っても入んないのよ。入んない。だからなんかこれニュートラル入れるの重たいんじゃんって言ったけど、止まった状態でカットをね、あんまりこう中間に止めるように止めるニュートラルじゃなくて、思いっきりガッて上げたらもうニュートラル入るんだよね。これすごい。これ俺時代遅れ今気がついたんだけど、すげえニュートラル探って入れる感じじゃないよ。もうパンって上に上げたらニュートラル入ってる、止まってる状態だと。で走行中に入らなくなってんだ。これ何アナウンスしてる川崎すげえ。でしかもよ、これ6速でさ35キロ走れちゃうのよ。6速で30キロ台でどういうエンジンこれ、すげえな。それからアイドリング時はそんなに感じないんだけれども、走行中ごくその街中レベルの走行でですね、今みたいなところね、意外と振動が多いかも。細かい振動ね、やっぱ4気筒の。でどこに感じるかっていうと、まず手は結構な振動来るかもしれない。ビリビリビリっていう感じの、もう細かい痒くなる系のね。であとこうニーグリップっていうか、膝がカウルに当たってるんだけども、タンクの下あたりに、その辺も結構振動を感じる。足はそんな感じなんだけどな。ニーグリップのところと手首ですね。手首は意外とビリビリくるなという印象ですね。はい、画面が切り替わりました。走行後になってます。187キロ、約190キロ走りまして、時刻は4時なんで、10時、12、1、2、3、4、6時間走っております。これ、最初言っちゃっていいこのバイクすごいわ。このバイクはすごいです。私ね、あまり前傾のバイク得意じゃないんですよ。で、この前に乗ったのが、はやぶさ。もうね、足腰首、手首、もう限界できつくて、やべえなって思ってたんですけど、その前に乗った前傾のバイクって言えばね、フォークイレブンなんですよ。いや、あれもきつかったわ、前傾。もうそういうのトラウマだよね。もうね、結構きついなっていう感じで、あんまり得意じゃないです。なんですが、この子はなぜかよくわからないんですが、6時間ほぼほぼ走りっぱなしなんですが、全然どこも平気なのよ。何このバイク、どうなってんのってずっと考えてたんですよ。これね、実はね、Z650 を乗った時に思ったことと全く同じです。これね、川崎さんのステップ位置がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか皆さん。ステップ位置がちょうど足を腰から踏み下ろした場所にあるんですよ。で、僕結局
国産 650cc クラスを買った時に CB650R を買ったわけですよ。で、結局前傾が結構きつくて、肩首きつくて手放したんですけど、あれはね、ステップ1だと思いました。今、はっきりしました。実は CB650R は結構バックステップなんですよ。だから結構ね、こう前傾は浅くても、手首とか肩とか首とかに負担がかかるんですね。で、Z650 もそうだったし、この ZX4R もそうなんですけど、ステップ位置が割と踏ん張れる位置にある、ちょっと前気味なんだと思うんですよね。なので、前傾も結構耐えられるし、手首も痛くなってないのよ。すごくないですか？僕、前傾のバイク苦手なんですよ。で、ハンドルもね、これね、Z650 の時にも言ったんですけど、ハンドルがね、遠いわけじゃないの。低いの。低いだけなの。近いの。だから、耐えられるんだと思う。そして、シートよ、シート。このね、最初結構柔らかくていい感じなんじゃないかなって言ってたこのシート。これね、すごい。全然痛くないね、お尻。ただ、いつも乗ってるアドベンチャーとか直立のバイクに比べて、当たる場所がね、ちょっとたまたまの方に近いじゃないですか。だから、ちょっと違うっちゃ違うんだけど、お尻が痛くなるのとちょっとなんか違う気はするけど、やっぱりね、お尻痛く、この前傾でも痛くなるときは、たまたまちゃんの裏あたりがすごく痺れたように痛くなるんだけど、全然大丈夫。川崎さん、これどうなってんの？どうやって作ったのこのバイク。すげえよ。俺、これだったら結構遠くまで行けるぜ。6時間乗って、この感じってほぼほぼ疲労してないってことを考えたら、多分俺1日乗ってられるわ、これ。すごくね？なので、メガ要素って言ったらね、ほとんどないわよ。ないわよ、これ。すげえよ。川崎マジすごい。で、エンジンがぶち回る。12000ぐらいからもうやばいぐらい加速するんだけど、その下、全然この2000、3000回転、最初に言った通り、低速でも走れちゃうのね。で、クイックシフトは素晴らしいし、クラッチ握ってもおもちゃみたいに軽いし、で、バイワイヤーだからアクセルも軽いですよ。で、ずっとスポーツモードで走ってるけど、全然問題ないし、いや、これどうなっちゃったの？これやべえよ、これ。どうなっちゃったんだろう、これ。苦手なはずなのよ、マサチャンネル、これ。出し付けぺったりでしょ？音も気持ちいい、うるさくもない。回せば気持ちいい音する。発進全然楽。メガ要素、なんだろう。まあ、振動かな。振動が割と来るなという高速道路でもお尻かゆかったりとか、そういうのはある。そういうのはあるけど、いやー、それはもう全然気にならないな。こんだけやっぱ乗りやすくて、でね、ハンドル切れ感も結構あって、U ターンとかも全然できちゃう。どうしちゃった、これ。なので、峠も走りたい、結構攻めたい、だけど、バイク1台しか持てない、大体1台しか持てないじゃん。で、これで結構長距離のツーリングも行きたい。まあ今、6時間乗ってて、まあ半日って考え、朝出てね、ランチして帰ってくるみたいな、ご近所ツーリングっていうか2、300キロ、まあ行っても500キロぐらいまでのツーリングなんてもう楽勝で、変な話、これ長距離性能結構あるぜ。荷物とか積んだら結構これいけるぜ。いやー、すげえわ。本当に。それと同時に、これ ZX25R 乗ってないんだけど、乗りたくなった。ちょっと向こうも乗って、ちょっとね、どっちがどういう用途で乗ったらいいかみたいなのをちょっとこう比較動画を出したいな。で、あとちょっと途中で入れた、走ってる途中にニュートラルに入らないっていうやつね。これはね、僕はちょっとなぜ気づいたかっていうと、結構ね、止まる寸前に僕ニュートラル入れちゃうこと多いんですよ。そしたら入んなかったから、これニュートラル入りづれと思ったら、多分動いてる時は入んないシステムになってるんですね。
でその代わりに止まった時はガチャッと上に上げればニュートラルに入るんですけど、まあ、さっきねちょっと途中でも説明したと思うんですけど、これねすごく便利、すごくいいと思います。このバイクをね開発した川崎さんはすごいなっていうところと、400cc というもうレッドオーシャンですよ。もうこんなの絶対買わないでしょみたいな、400cc わざわざ買うみたいな、これ買うんだったら25買うでしょみたいな、車検ないんだからね、初見あるんだったらさ650とかって思っちゃうわけよ。思っちゃうんだけれど、このなかなか手が出ない、手を出しづらい、手を出す人が少ない 400cc を開発して、こんなすげえエンジン作って、しかもライディングポジションを含めていろんなことが考えられてあって、長距離もいけちゃうようなバイクを作った川崎さんはすごいと思う。ほんとすごいこれで、650乗ってたから分かるんですけど、しこたま速いですよ。400もしこたま速いけど、この77馬力80馬力しこたま速いけど、まだやっぱ400だなっていう感じなのよ。まだいけんのよ。想像できるの。ただね650になっちゃうともうそれをね超越しちゃうんだな。特に4気筒 CB650R みたいなの乗っちゃうともうちょっとね無理なのよ。扱えないの。もう脳みそが後ろ行っちゃうの。 Z650 あたりだったら同じぐらいのパワーで同じぐらいの重量だから、上はこんな伸びないですよ。こんな伸びないですけど、スピード的には同じぐらい、加速的には同じぐらいするのかもしれないけど、やっぱねこっちの上の1万回転以上の加速はこれはもうやばいから、なんで同じパワーだとしても走りを楽しみたいんだったらこっちの方が楽しいかもしれないな。すげえバイク作ったな俺本当に。っていうことでね、最後に燃費報告をして終わりにしましょう。燃費、はい給油しますよ。これはオーソドックスなタイプですか。そうですね。シャコンと開けまして、では給油していきます。なんとねレギュラーなのよ。レギュラー、最近乗ったバイクはほとんど廃屋だったんで、レギュラー珍しいなーなんて思いながらね、このハイパワー、ハイスペックエンジンでね。はいよいしょー。これはこのままポッコンタイプですよね。結構硬いぞ。ちょっと待って。よし、本日の走行距離 192.5 キロ、ここまでね。割ることの、さあ何リットル入った？ 8.96 は 21.48。 やっぱそんな良くないよな。こんだけハイパワーエンジンで燃費いいわけないもんな。21っつったらね、俺の VFR とかとあんま変わんねえからね。でもまあもしかしたらもうちょっと今日ぶちましすぎたわ。すいません本当に。もうちょっといいような気がしますね。よいしょ。じゃあ返却するんですが、ちょっとねこうスルーッと U ターンもできるよっていうのをちょっと見せながらエンジンかけるんですけど、ここがねこう下下げるとセルなんですけど、結構ねなんかイメージね、僕のイメージキュンキュンポーンってかかるイメージがあるんですけど、意外とねセルが長いのよ。キュン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 みたいな感じなの。いきますよ。ほら意外と長くない？これネガ？こんなネガじゃねえか。よし、じゃあ帰りましょう。これね、どうこの U ターン性能。SS だぜ。なかなかじゃない？やっぱりレンタルなんて傾けないで割と直立で U ターン今ねしました。割と SS 恐怖症というか SS トラウマというかね、こう寝た時にねすごいふわふわしてて操作性が軽くて怖いなーっていう感じが僕の中ではありまして、ちょっとね避けてるところもねあったんですけども、そういうのをね全部 ZX4R さんがね払拭してくれたような気がしますね。本当乗りやすい素晴らしいバイクでした。そしてですね、このファーストタッチ総評燃費報告という動画の他に高速道路、それからワインディング、そして
足つき取り回し、ポジションチェックと4本の動画構成となっております。概要欄にですね、全部リンクしてありますのでご覧ください。そうするとですね、ZX4R に関しては全てわかるんじゃないかなと思います。そしてだ、まだ見れない場合には公開日前となってますので、公開日を待ってご覧にいただけますとありがたいなと思います。そしてですね、ここからが大事なの、ここからがね、マサチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録をご協力ください。ご協力をお願いします。つうのはですね、毎週のようにですね、最近レンタルバイクをレンタルしております。一度レンタルすると2万ぐらいかかるんですよ。非常にお金がかかります。それをですね、全部自腹で払っているんですけれども、わずかな Google さんからの広告収入がちょっと足しになっております。本当助かっております。もっともっとですね、皆様にチャンネル登録をしていただき、動画を皆様に見ていただければ、もうちょっとね、皆様のご希望に沿ったバイクがレンタルできるんではないかなと思っております。リクエストもたくさんいただいております。なのでですね、ぜひチャンネル登録にご協力をください。私のチャンネルはですね、結構ベテランのライダーがたくさん見ております。40代、50代、60代と見ていただいてるんですけれども、もちろんね、若い人もいますよ。ただね、男性が多いです。男性の皆様、可愛い女の子の元ブロガーの動画の方が楽しい、決まってます。そんなのも決まってます。私もそうでございます。しかし、マサチャンネルを助けると思ってよろしくお願いいたします。それでは、マサチャンネルこれにて、さようなら。